ワイドビュー飛騨という JR 東海で走っていた車両でして、旧型国電といいまして、私が生まれる前の車両なんですけれども、これはマルチプルタイタンパーというバラストを整えるための車両なんですね。線路の周りのアクセサリーとか標識がすっごい気になるんですよ。100、200とかそういうレベルではないと思いますね。1000以上は絶対あると思います。はい、模型ファーストな部屋になってますんで、ちょっと理想の世界を作るためのツールなのかなって思ってます。南青山マニアックチャンネル。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。どうぞ。すすくまと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。鉄道模型ですね。Nゲージをやっている YouTuber でございます。はい。じゃあ2階が部屋になってますので、早速行きましょう。こちらが部屋になります。ちょっと入っていただくと、この通路を歩いてきまして、ここくぐるんですよ。足元気をつけてください。ここ入っていただきますと、模型の世界になってますので、こんな感じで模型ファーストな部屋になってますんで、ちょっと人間の居住空間がかなり圧迫感あると思いますけど、ずっとコツコツ作ってまして、もう3年以上 YouTube やってるんですけど、ようやくこのぐらいまで出来上がってきたという感じでしょうかね。はい。上段のローカル線レイアウトと、あと下段の普通の在来線がメインになってまして、あと窓際行きますと、この辺は貨物駅というか、ちょっとひなびたあんまりお客さんが使わないような線路を再現しているエリアになります。でそちらが駅ですね。メインの在来線の駅になりまして、こちらがコンテナヤードといいまして、貨物のコンテナを乗せ替えるところになりますね。貨物の駅を再現したものになります。でその手前が車両基地になる予定のところですね。まだ下段についてはあんまり出来上がってない部分も多いんですけれども、はい、まだまだ半分ぐらいですかね、ここまでで。はい、半分もいってないかなぐらいな感じで、こうやってバラストを巻いて情景がついてくると、バラストってこういう石ころのことを言うんですけれども、そうすると一応見れるようになるかなと。この辺はまだ線路と下のコルクが露出してますので、まだ未完成の部分ですね。とりあえず走れるように先に線路だけ敷いて、で順次、上から下の順番で作ってるっていう感じですね。はい。レイアウトボードの下がデッドスペースになってしまいますので、この辺り全部車両ケースの置き場所になってまして、ここも全部入ってるんで、もうほぼほぼ限界みたいな感じで、収納問題はかなり鉄道模型は切っても切り離せないですね。はい。もうずっと小学生の頃から集めてまして、数えたことないんで分かんないんですけど、100、200とかそういうレベルではないと思いますね。1000以上は絶対あると思います。はい。これはマルチプルタイタンパーというバラストを整えるための車両なんですよ。だからあんまり日中は動いてないことが多いですね。夜間に、終電が行った後、補正員さんが乗っかって軌道の検査とか修正をするみたいな車両なんですよ。こういうのも完成品で出てまして、最近はマニアックな車両も結構製品化されるというか、各メーカーさんが競って出されているので、だから同じ車両であっても複数のメーカーさんからタイプ違いで出てたりとかもするんで、マニアだとそういうの全部集めて、だから同じ形式だけで何個も買うってなるから、どんどん膨れ上がっていくっていう感じですね。ここに水色の車両がいっぱいいるじゃないですか。これは四国の車両たちなんですよ。で手前の2両のディーゼルカーには実際に乗ったんですよ。でそれで四国いいなと思って帰ってきたら、なんかそれと並べるための車両も欲しくなっちゃうっていう、
病気的なところがありましてだから1個買うとどんどんそれと並べるための車両も欲しくなってしまうんですよ。それがやめられなくて気づいたらすっごい編成数になってるっていうのはありますね。なんか夜のテンションでポチポチ買っちゃってみたいなのは結構あったりするかもしれないです。鉄道の車両っていろんな色があったりとか、その寒い地域だったら雪が降った時に大丈夫なような装備がついてたり、あとは冷房があったりなかったり、そういう細かい違いがあるんですよね。でそれを知ってしまうとどうしても両方のパターンが欲しくなっちゃってっていうのはありますね。だから一つの車両を手にしたらそれについて調べて、だから結構深く調べる癖はあるかもしれないです。パソコンとかで調べて、こんな車両もあるのか、じゃあ別のパターン別のバージョンも買おう、再現しようで並べてニヤニヤしたりとかそういうことがやりたいのかなっていうのは。あと車両基地が好きなんですよね。いろんな車両が一堂に会するような情景が好きなので、やっぱり賑やかな風景にしたいなと思うと、そこの例えば東海道線だったら東海道線の車両が全部欲しくなっちゃうし、なんかそういうところですかね。はい。旅行とか行くと妻に付き合わせてすごいなんか悪いなとか思うんですけど、いろんなところに車庫あるじゃないですか。つい模型の資料集めがてら効率いいんですよね、車庫って。常に何本か止まってるじゃないですか。だから車庫の様子撮ったり車両の床下とかも撮りやすいんで止まってるんで、だから車庫は結構行きますね。好きなところはもう上げ出したらきりないんですけど、やっぱりちっちゃい模型じゃないですか。私がやってるのは割と小さめのサイズのものなのでスペースを取らないんですよね。だからたくさんの列車をこうずらっと並べて撮ったりもできますし、そういうところはこのサイズならではの楽しみ方かもしれないですね。もう私が好きな古めの車両が引退しちゃってて、なかなか実物を撮ろうと思ってももう現役で走ってない場合が多いんですね。なのでそれを模型で再現して自分の理想の情景で理想のアングルでここで撮るっていうのが最近の私のマイブームですね。はい。模型だったら古い車両でもどんな地域の車両でもここで楽しめるじゃないですか。そこが一番の強みですよね。これ私が組み立てた車両なんですけれども、旧型国電といいまして、私が生まれる前の車両なんですけれども、キットを組み立てて塗装までして作った車両ですね。今はもう見ることができないんですけど、模型だったらこうやっていつでも好きな時に見て走らせることができるというふうになってます。特にこの一番上の車両が面白くてですね、前方が荷物とあと郵便を積むためのスペースになって、ちょっと窓配置が他の車両と違うと思うんですけれども、お客さんここから先しか乗れないんですよ。でここから先は荷物とか郵便を積むスペースになってるんで、結構珍しい車両でマニアは知ってる車両なんじゃないですかね。一般の人は多分知らないんじゃないかなと思いますはい。こういういろんなキットが売ってまして、キットっていうのは板状のものから箱状のものまでいろいろあるんですけど、これをニッパーとかで切ってつないで塗装まですると、このエアブラシでシュッと吹き付け塗装してですね、自分で塗り分けると最終的にはこういう車両に出来上がるということですね。こういう形で、だから最初はこの板だったのがこの状態に、ここからここに行くので面白いんですよね。だから自分色に染めれるというか、はい、だから何色に塗ってもいいですし、同じ車両であっても作り手によって差が出てくるというか、やっぱり人によって実物の色の見方とかも見え方も違ってくるから、調色の度合いとかで、オリジナリティを出せるっていうのもキットの車両のいいところですね。はい。だからこだわりの車両とあとこだわりの情景でどちらか一方でももちろん楽しいんですけど、それを総合的に車両を作ってそれをレイアウトの中で走らせるというところにやっぱり私はすごく鉄道模型の魅力を感じていますね。はい。
この車両なんですけれども、前3では補選用のキットで、売られているものなんですが、一番後ろの車両のみですね、自分でプラの板から切り出して作っております。はい、もういろんな実物の写真とかをネットで検索しながら作ったんですけれども、この建物も自分でプラ板から作ったんですけれども、大きさはだいたい車両が基準になってますね。ホームとかも当たんないようにとか、走るんでやっぱり見て楽しむだけだとあんまりそういうこと考えなくてもいいんですけれども、走らせて問題なく通過できるっていうのがやっぱりレイアウトの醍醐味なんで、そういうとこもすごく大事にはなってきますね。はい、でもやっぱ自分が乗った車両がすごく好きですね。やっぱり思い出を立体で残すことができるので、これなんかもワイドビュー飛騨という JR 東海で走っていた車両でして、もう引退してしまったんですよ。自分は最後の方に友達と乗りに行きまして、さよなら乗車というんですかね。でその時のイメージを模型に投影して汚し塗装したりですとか、ちょっとこだわって再現してみたんですよ。はい、よりリアルに、やっぱりカメラで寄ると結構ディテールが、この距離で見るとそうでもないんですけど、ちっちゃいパーツとかも結構こう目立ってくるので、なのでその辺は金属のパーツとかを継ぎ足して再現するようにしています。はい、こういう墨入れ用の塗料というんでしょうか、黒っぽいものから茶色いものまでいろいろありまして、これをさっきやってたんですよ。ちょうどこれがですね、乾燥ブースで塗料がよく乾くような食器乾燥機なんですけどこれもともと食器乾燥機として売られているものなんですが、模型の塗料を迅速に乾燥しつつホコリも防げるというもので、結構モデラーの方使ってる方多いようなんですよね。じゃあやりましょうかこれがもともとなんですよ、パーツとしては。これはですね、クーラーです。でクーラーです。電車というか車両のクーラーでして、この屋根上の部品なんですよ。これを取り外してたものがこれなんですよ。そこにこれで墨入れ塗料というのを流します。今回は黒でいきますね。これでちょっとこうちょんちょんとちょんちょんとやると、メッシュのとことかに塗料が入っていくじゃないですか。でこの状態で拭き取ってしまうと乾燥してないので全部取れちゃって陰影がつかないので、さっきの乾燥ブースの方に移して、乾燥させます。で乾燥させたものがこちらですね。もう完全に塗料が乾いた状態です。でこれをこの綿棒を使ってですね、シンナーをちょっとだけつけまして、シンナーが多すぎるとまた全部取れちゃうんで、シンナーを少なめにしつつ乾燥した塗料ですね、これを吸っていくと、真ん中の丸いところが残したいメッシュの部分なんですよ。それ以外のところにはついてほしくないので、こうやって拭い取るという方法ですね。そうするとだんだん周りのところが元の地の色が出てきたと思うんです。でこっちに塗料が映ってますよね、綿棒の方に。でそれを繰り返していくと最終的にはこのような形になりますね。これが作業が終わった車両なんですけれども、側面のメッシュのところとか上のところ未加工と比べるとかなり分かりやすいんじゃないかなっていう、結構違いますよね。それにプラスで吹き付け塗装でエンジンの排気口の汚れを追加したりですとか、あと前面のところにも注目していただくとホースがついてますよね。ちょんちょんって出てる、これ左側の車両は買った状態なんで何もついてないんですけれども、ホースに着色をして車体の色と合わせてですね、紫っぽく塗ったりとかして、であとフォロも別売りの金属のパーツをつけて、仕上げておりますね。寄った時に絵力がいいというか、あと床下もこういう風に色が着色してありまして、線路に汚しを入れてるんですよ。なのでそれと走らせた時のマッチングを考えて床下にもなるべく
サビ色を吹くように、サビというか土ぼこりみたいな色を自分で調合して吹いてます。はい、実物の持つ迫力を模型で再現したい気持ちが強いですね。とにかくこだわって自分らしい作品、模型を見ただけでこれ多分ススクマさんの作品なんだろうなって分かってもらえるような作品にしたいなと思っていつも作ってますね。はい、丁寧さは大事にしてますね。そこが一番の売りですね。はい、こだわりが強いんでしょうね、きっと。もともと電車の車掌でしたからそれやめたんですよ、車掌で YouTuber に転職しまして。車掌の時ずっと毎日線路見て過ごすじゃないですか、仕事柄。でも線路の周りのアクセサリーとか標識がすっごい気になるんですよ。職業病じゃないですけど。だから線路際の表情にこだわって作ってますね。例えばこういうところに見ていただくと、保線の作業員が人形が2人いますよね。手前のこの白い、それが勾配を表す標識ですね。これも売ってるもので、その奥のおでんの串みたいなやつあるじゃないですか。それは自分で作った標識ですね。ラッセル車とかが通る時用の標識みたいなんですけど、あとこれは自分で作った昨日完成したばかりの構造物でして、上岩があるじゃないですか。岩が剥がれて落ちてきた時に列車に当たらないための防護装置みたいなものなんですけれども、ロックシェットと言いまして、それは全部自分で雑誌とか見ながらですね、プラ材と金属棒で組み合わせて作りました。はい、もう鉄道会社にずっと入りたくて、それで高校はずっと進学校だったんですけど、周りがみんな大学行く中、リーマンショックとかがあった時で、大学行っても鉄道会社入れるかなっていうのがあったんで、なので専門学校行ってそっちの枠で入りたいなっていうので行きましたね。それぐらい本当鉄道会社以外は頭になかったですね。はい、当時は。だから鉄道会社で働いてた時の経験がやっぱりこういうモデラーになった後もすごく生きてますね。仕組みがわかるじゃないですか、働きながら。なのでどういうところに信号機を置こうかなとか、そういうのは自然と分かるようになりましたね。やっぱりこういう乗務員の乗り降りするための台なんですけど、こういうのも実際に車庫を歩いて列車を取りに行ってましたから、そういうのも再現したいなっていうのはあります。だから本当いい経験させてもらったなって思います。これが父親が作ってくれた 3D プリンター造形のスノーシェルターです。これはポイントが故障した時ですとか、列車が中で脱線した時に迅速に救出できる用の点検口です。でこのポイント自動で動きますので、ちょっとやってみますね。これカチッカチッと切り替わるじゃないですか。これは割と安価にできるもので、数が必要な時に迅速に設置したい時用のものですね。でこちら見ていただくと、ゆっくりと切り替わってるの分かりますかね。これは実物と同じような動きを再現したもので、これも全部父が作ってくれたんですよ。父がそういう電子工作とかすごい得意な人で、父に甘えてしまって私苦手なんで、そういうのだから苦手なところは父に頼んで作ってもらったりはしてます。信号機もこれ点灯してると思うんですけれども、これもですね自分で操作できまして、赤黄色、スイッチで、はい、でこれをですね電車が通過しますと変わりましたね。列車の通過とともに変わるっていう、時間とともにこう青に戻るんですけど、これ線路の間にセンサーがありまして、でそこと車両の裏側に仕込んだ銀色の紙がですね反応することで切り替わるっていう仕組みになってます。
だから私がやり始めてしばらくしたら何にもこちらから連絡してなかったんですけど、手伝おうかって言っていろいろ父が得意なところはやってくれるっていうことで、はい、本当に助かってますね。私一人だったらそういう電子関係は疎いのでここまでのものにはなってないと思うんですよ。だから本当に父はすごいなっていうのは思いますね。ちっちゃい時から部屋にこもってずっとハンダ付けをしてたりとか、そういう姿を見てたので、なんかそういうところは似てる部分があるのかなって。なんか一つテーマを絞ってそこにこう没頭する、それ以外のものは見えなくなるみたいなところは似てるのかなとは思いますね。はい、もう本当このレイアウトには助けてもらってますね。はい、こことこちらに2箇所に、コントロールパネルがあります。でこれは上の路線を操作するためのものなんですよ。なのでこちらのパワーパックとこちらのコントローラーで2つの列車を同時に逆の方向に走らせることができるようになってます。こういうのは既製品だとなかなか難しいものになりまして、車両側に一切走行関係いじらないでこの線路側で逆方向に走れるようにっていう風にしてます。単線だとやっぱり1列車しか運行できないことが多いんですけど、うちのレイアウトの場合はデュアルキャブコントロール方式っていう電気方式で運転してますので、今みたいに逆方向に単線ですれ違い運転もできるようにこういうコントロールパネルは作ってますね。友達2人で運転する時とかすごくリアリティがある運転ができるんですよ。ついこの間もずっと学生時代から付き合いがある友達が何人かいまして、で家にたまに呼んでですね、その人たちも自分の車両持ってきて、で見せ合って走らせると。でその時に、この辺に1人ずつ担当を決めて運転してみたいなことをやってますね。そうすると面白いんですよ。運転士になった気分っていうか。このパワーパックで今こちらの列車を操作してるっていうことですね。で逆側の除雪車については別のコントローラーで制御しているので、こうやって逆方向に単線で行き違い運転ができるんですよ。ここ信号場になってまして、行き違いをするための設備なんですよ。いつもこうやって眺めながらちょっとこういっぱいやりつつみたいな至福の時間ですね。やっぱりそのために頑張って作ってる感じなんで、私もちっちゃい頃はこういう感じでただもう本当畳の部屋でパチパチ組み立てる線路を敷いて楽しんでたんで、その時はそれで楽しかったんですけど、だんだん欲が出てくるじゃないですか。もっとリアルに見せたい、もっとなんか実感的な風にしたいなってなった時に、じゃあジオラマ作るかと。でジオラマ作り始めたのがそうだな、高校生ぐらいの時ですかね。そこからずっといろいろ研究して、はい、独学でここまで来ました。はい、高校生の時も文化祭で友達と一緒にこういうジオラマを持ち運び式のものを作って、で学校でお客さんに見てもらったりとかしてたんですよ。そこがこんなに喜んでくれる人がいるんだっていう。特にオープンキャンパスでお子さん連れて来られてる方とかもすごく喜んでいただいて、鉄道模型を使ってこんなになんかいろんな人を笑顔にできるんだっていうのはその時に思いましたね。それが今につながってる部分はあるのかもしれないですね。それまではもう本当に自分のためにって感じでやってたんですけど、誰かに見せるってなるとやっぱりこうやりがいを感じる瞬間があったりして、それは学園祭が最初だったかもしれないですね。はい。だからもう本業は YouTube で登録してるんですけど、2年前ぐらいに正式に事業登録しまして、それまではまあ趣味の延長みたいな感じでやってたんですけど、もう結構登録者が増えてきたんで、これは本業になるかもなっていうので登録して、で今はそれだけで生活していけるようにはなりました。はい、だから専業でやってるので、もう体力も時間も全部ここにつぎ込めるわけじゃないですか。そこが会社員の時と
大きく変わったところですね。ほんと10時間以上やってる時よりも多いですね起きてる間はもう飯食うか風呂入る以外はもうほぼほぼここにいるので、はい、大変だなって思う時はもちろんありますけれどもね、単調な作業がずっと続く時とかは体的にもきついですし、まあ、でも、そんなのにもう慣れちゃって今きついことってそんなないですかね。きついと思わなくなってきてるのが、最初何でもチャレンジする時はきついって思うじゃないですか。でもそれを乗り越えてここまで来てるんで、だから楽しめる余裕がやっと出てきたかなという感じですかね。はい、好きじゃなかったら続かないですねきっと。はい、祖父がここレールが敷いてあって祖父の部屋なんですけど、祖父すごく鉄道が好きな人で、その影響で幼児の時から英才教育を受けてきまして、その影響もあってか自然ともう鉄道が好きになってましたね。はい、だから祖父の家に遊びに行った時には必ず模型を触らせてもらったりはしてました。でもやっぱ自分ではプラレールしかまだ触れてなくて、で小学校2年生ぐらいの時に初めてクリスマスプレゼントで成田エクスプレスの模型を買ってもらったんですよ。で衝撃を受けてそっからのめり込みましたねまさか30過ぎてこんな風になってるとは思いませんでしたけどね。はい、同じやつですねほぼ。はい、もう現物はないですけど、こういうこれを見ると初期の頃を思い出すというかもう壊れるまでずっとこれで遊び倒しましたね。こういう何ですか、連結機も当時からこれだったんですよ。画期的で、このちっちゃい連結機が出たばっかりの時だったんですよ。でそれを初めて買ってもらって、わすごいなっていうのは覚えてますね。連結機に興奮したのはすごく覚えてますね本当にもう気づいたら好きだったんで、なんか理由はないかもしれないですね。とにかくかっこいい。やっぱり自動車とか船もあるじゃないですか。そういうのも別に子供の頃から知ってはいたけど、やっぱり鉄道なんですよね。鉄道に興味が人一倍湧くっていうのは理由はなく、もうなんか遺伝子に組み込まれてるとしか祖父の遺伝子を継いだのかなっていう感じですか。囲まれて幸せですもっとこの魅力を多くの人に知ってもらいたいっていうのもありますし、割と鉄道模型って隠したくなるような趣味じゃないですか。なんか私はそういうイメージなのかなって。なんか世間的には鉄道が好きっていうと、なんか野球が好きサッカーが好きとかよりは、変わってるねみたいな感じで見られたりとかもするので、なんかもっとこう大っぴらに言う人が増えてもいいんじゃないかなっていう思いで、やってますね。素晴らしい趣味なんだよっていう、ちゃんとしたれっきとした趣味で、すごく奥深い世界なんだっていうのを多くの人に分かってもらいたいっていうのがありますね。はい、理想の世界を作るためのツールなのかなって思ってます。過去のものになった風景とかも作れますし、車両も古い車両が好きなんでそういうのも再現できるし、もう自由自在に、好きな世界を作っていけるじゃないですか。だからそういう活動をコツコツ今後も続けていって、このレイアウトを完成30代のうちにはさせたいなっていうふうには思ってます。はい、とにかく長く続けたいですね。はい、長く続ければ多分完成すると思うんで、しっかり休憩取って体調を整えながら長く40、50になっても続けられたらなっていうのは思ってますね。はい